こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで、今日のテーマなんですけど、もうちょっとで日本、春が来ます。春が来たらやりたいことだったり、日本人って春どう過ごすのみたいなところ、皆さんにシェアしていければと思います。話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度を落として聞いてみてください。他にもいろんな言語の字幕を入れているので、ぜひそちらから選んで聞いてみてください。それでは早速なんですけど、もう少しで4月、日本は春になります。私が春にやりたいことなんですけど、春といえば何と言っても桜、お花見ですよね。日本って4月になると桜が咲いてきます。暖かくなるにつれて南から北に桜が咲いていくので、沖縄とかだともう3月くらいから桜が咲いているみたいです。私が今住んでいる福岡県博多だと、だいたい3月の下旬から4月くらいに桜が咲くそうです。桜といえばお花見ですよね。皆さんお花見って聞いたことありますか？お花見って桜の木の下で友達とか会社のメンバーとかいろんな人と集まってご飯を食べたりお酒を飲んだりするパーティーのことを言います。このお花見って実は江戸時代くらいからずっと続いています。本当に満開の桜ってすっごい綺麗で、いつ見ても感動するんですけど、皆さんは日本の桜見たことありますか？桜って咲いている時期がすっごく短いですよね。短い年だと1週間くらいで散ってしまうこともあります。この散るっていうのは、風とかで桜の花びらが落ちてしまうことを言います。桜のすごいところって満開の時も綺麗なんですけど、散っていく姿も綺麗だったり、散った花びらが川にたくさん流れて川が一面ピンク色になる花いかだって呼ばれる景色なんですけど、そういった景色も全部綺麗なんですね。なので、満開を楽しむシーズンは短いですが、散っていく桜を見たり、散った後の桜の花びらを眺めるのも、またすごく綺麗な景色が楽しめるので、もし4月、日本に来る予定がある方は、ぜひぜひそういったのも調べてみてください。他にも、もし3月から4月にかけて日本に来る予定がある方、よかったらネットで桜前線って調べてみてください。これは南から北に暖かくなるにつれて桜が咲くんですけど、その桜が今どこで咲き始めたとか、どこの地域が見どころなのかなどを知ることができるものです。ぜひ桜前線調べてみてください。他にも日本は4月からいろんなものがスタートする文化です。なので4月は会社に新入社員が入ってきたり、小学校、中学校、高校、大学とかは入学式があります。なので、日本人って結構4月になると、今年1年でやりたいこと、目標を立てたりとか、この新しいスタートをするみたいなイメージがすごく強いんですね。なので、私も今4月からの目標がいくつかあります。まず一つ目はダイエットです。去年私すっごく食べ過ぎちゃって、ちょっと結構太っちゃったんですね。なので今年は1年間ダイエットを頑張ろうかなと思ってます。もう一つなんですけど、このポッドキャストを頑張りたいです。皆さんとこうやって交流することができるのもすごく嬉しいですし、もっとたくさんの方に日本って面白い、日本語を学ぶって楽しいって思ってもらいたくて、これからたくさんの動画をシェアしていければと思っています。ぜひ楽しみに待っていてください。そして3つ目が旅行に行きたいと思ってます。私去年あんまり旅行に行けなくて、なんかこうずっと福岡にいたので、ちょっと寂しいなというか、もっといろんなことしたかったなっていう後悔が残ってます。なので今年は最低でも5回は旅行に行きたい。そしてその旅行先の Vlog とかを皆さんにシェアして、皆さんに、あ、日本にはこんな場所もあるんだとか、ここ次の旅行で行ってみたいって思ってもらえるような日本を知るきっかけになったらいいなと思ってます。そして最後4つ目の目標なんですけど、今年中に日本語のオンラインコーチとしてデビューをしたいと思っています。皆さんそれぞれに合わせたオリジナルのマンツーマンレッスンを計画しています。ぜひ日本語を学びたいなと思っている方、待っていてください。こんな感じで、日本人って4月からの1年をどう過ごすかだったり、何を達成したいかっていう風な目標を立てたりします。これを1年の抱負って言います。抱負っていうのがその目標とか思いみたいなところですね。
この言葉って結構誕生日とか1月1日の新年とか4月1日の新しいスタートの第一歩みたいな時によく聞きます。今年の抱負は何ですかとか、1年間の抱負を教えてくださいっていう風に使われます。ぜひ皆さん抱負覚えておいてください。皆さんは今年1年間の抱負ありますか？達成したい目標だったり、こんなことに挑戦してみたいっていうものあれば、ぜひコメントで教えてください。ぜひみんなで励まし合って頑張っていきましょう。そしてもう一つ、春と言ったら大事なことがあります。日本では4月の下旬から5月の上旬にかけて、ゴールデンウィークっていうホリデーのシーズンがあります。年によってゴールデンウィークの長さ変わってくるんですけど、日本では一番長い連休のシーズンがこのゴールデンウィークになります。私は今年のゴールデンウィーク少し忙しい予定なので、福岡から出るのは難しいかなって思うんですけど、福岡の中でいろんなところに行ってみようかなと思ってます。このゴールデンウィークって本当に毎年たくさんの人が移動する時期になります。例えば地元に帰省をする、帰省っていうのが帰ることなんですけど、地元に帰ったり、他にも家族で旅行に行ったり、そういう風にみんなこういろんな場所に行って過ごします。なのでこのシーズン、新幹線とか飛行機が高くなったり、電車とかバスとか高速道路とかがすごくたくさんの人で混んだりすることがあります。他にもホテルとか旅館が満室になっちゃったり、価格がすごくぐっと上がってしまったりします。そうやってたくさんの人が観光したり移動したりする時期のことを繁忙期っていうふうに言うんですけど、この繁忙期は交通手段も人がたくさん移動するので予約が難しくなっちゃったり、観光地の宿泊施設とか、あとは飲食店、お店とかの予約も難しくなったりします。皆さんの中でもし4月の下旬から5月の上旬にかけて日本に旅行に行く予定がある方とかっていますか？早めにホテルとかを予約しておかないと、ホテル、旅館予約ができなくなったりするので、皆さん気をつけてください。皆さんの国にはこういったホリデーシーズンっていつからいつまでですか？結構長いところだと1ヶ月近くあるとかって聞いたことあるんですけど、皆さんはそのホリデーシーズンどうやって過ごすんですかね？もしなんか今年のホリデーこうやって過ごすよとかがあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。私もいろんな国のこと知ったりするのすごく大好きなので、こうやって皆さんとお話ししながら世界中のことを知っていけたら嬉しいです。あと、ちなみに4月1日、日本だとエイプリルフールって言って、友達同士で嘘を言ったりするんですけど、皆さんの国でもやりますか？私は今年どんな嘘つこうかなって考えてるんですけど、何かいいアイディアあったら教えてください。はい。ということで今日のエピソード以上になります。皆さんの国では4月は暖かいですか？寒いですか？国によって違うかなと思います。日本は4月からやっと暖かくなります。春って新しいスタートみたいな気分で、私はすごくワクワクして大好きな季節なんですけど、皆さんは好きな季節とかありますか？日本は春、夏、秋、冬、4つの四季があるので、結構日本人でも春が好き、夏が好き、秋が好き、冬が好きって分かれます。皆さんはどうですか？これからもネイティブが使うリアルな日本語で日本の文化や生活についてお届けしていきます。次のエピソードはコンビニに行った話をしようと思います。私、メロンパンっていうパンが大好きなんですけど、やっぱり日本のコンビニって美味しいものも多いですし、接客とかも良くて、海外から来た方も日本のコンビニってすごいって言われる方たくさんいるかなと思うんですね。なので次回は日本のコンビニについて皆さんにシェアをしていきます。ぜひまた次のエピソードでもお会いしましょう。またね。